こんにちは、山田幸子です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今年ももうすぐ終わりですね。今回は今年出会えてよかった画材たちを皆さんにご紹介したいと思います。今年もたくさんの動画撮りました。PR とか案件ではなくてですね、ただもう純粋に気になった画材を自腹を切って買って試しています。レビューするだけでなく、猫やお花を描くときも、これらの画材を実際に使って描いていました。今年は水彩技法について短く5分以内にまとめたシリーズの動画を作りまして、おかげさまでたくさんの方にご覧いただけて本当にありがとうございました。また新しいシリーズとか水彩画の魅力を伝えられるような動画をどんどん作っていきたいと思いますので、絵が好きな方も猫好きの皆さんもどうぞよろしくお願いします。さて、今年1年たくさんの画材に触れる機会がありましたので、その中から特に私が気に入ったものを紹介していきたいと思います。最初にご紹介するのは水彩紙です。トップバッターはこちら、フォンテーヌ水彩紙、コットン 100% で厚さは 300g 毎平方メートル。私が買った 18cm×26cm のサイズは1冊で20枚ついています。ブロックタイプの水彩紙です。私は表紙が赤の中目を購入しまして、他にも細目と粗めの紙目が選べます。水彩紙としてはちょっとお値段が張るんですけれども、その価値を十分感じられる品質です。水をたっぷり使った水彩技法にもしっかり応えてくれて、とっても繊細に色をにじませてくれます。私が今まで使ったことのある紙の中では比較的乾燥が早いので、水を引いてからすぐに色を塗ってちょうどいい塩梅ににじませることができます。さらに表面強度も高くて、勢いよく剥がさなければマスキングにも強いです。描いていてとにかくストレスがなくって、紙の目が程よく風合いを出してくれるのも大好きなポイントです。詳しいレビューについてはこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。また、同じクレールフォンテーヌ社から出ているアクアパッドっていう紙も結構良くてですね、一冊のパッドにたくさん紙がついているので、特に練習用に最適な水彩紙だと思います。私のチャンネルではショート動画で大活躍してくれております。パッドタイプですと、この上だけがのり止めされていて、ペラペラっと下が剥がれるようになっていて、このパッドから剥がして四方をマスキングテープで留めてから色を塗ると波打ちしにくいので、私はこんな感じで使っています。次にご紹介するのはお気に入りの筆です。2本ありまして、どちらも甲乙つけがたい魅力があるので、両方ご紹介します。ホルベインのブラックリセーブル SQ とペンテルのネオセーブルです。まず、ホルベインブラックリセーブル SQ ですが、これは筆の毛がとっても柔らかくて水の含みが抜群なんです。水や絵の具をたっぷり使って、にじみやグラデーションを表現したい時に本当に頼りになります。穂先が鋭いので、細かいところを塗ったり細い線も引きやすいですし、筆を寝かせれば広い面もさっと塗れるんです。さらに、深みのあるブルーの軸と黒い毛っていう、この見た目がスタイリッシュでまたかっこいいので、使っていて気分が上がります。特別感のある筆です。一方、ペンテルネオセーブルはとにかくリーズナブルで、私は7本セットを買ったんですけれども、丸筆と平筆で色々なサイズが揃っているのが嬉しいところです。価格がお手頃なので、ここだけの話、少し雑に扱っても気にならないのが助かります。で、筆の軸には転がり防止の工夫もあって机の上で扱いやすく、またとっても軽いので長時間使っていても手が疲れにくいです。初心者の方にはもう迷うことなくおすすめしたい一本ですね。特に私は14号の丸筆と0号の丸筆を愛用しています。ブラックリセーブルとネオセーブル、この2本とも実際に使って絵を描いてみた動画がありますので、もし気になった方はチェックしてみてください。そして最後にご紹介するのは絵の具、ハルモニア水彩です。今年ね、この絵の具に会えて本当に良かったと思っています。私はハルモニアとハルモニアプラスのセットを両方購入しまして全色試してみましたが、どの色もとっても個性豊かで独自の雰囲気を持っていて、今まで分離色ってそんなに使ってこなかったんですが、いや、改めて分離色ってすごいんだなって感じました。使っていると水彩の楽しさを再発見させてくれます。ちなみに全24色の中で私が気に入った色は、ハルモニアのミントベリル、ハルモニアプラスのライムスパークル、ゴールドシトリン、そしてファントムミストの4色です。両方のセットを買うと結構いいお値段になりますが、全く後悔していません。というぐらいね、素晴らしい色たちが揃っています。こちらも両方動画がありますので、紙に塗った時の色の様子とか、実際にどんな発色の仕方、分離の仕方をするのかっていうのが、確認できると思いますので、分離色に興味があったり、何か新しい色をお探しの方はご覧いただけたらと思います。
ということで今回は2024年買ってよかった、出会えてよかった画材についてお話ししました。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。よかったよという方はチャンネル登録と高評価ポチッとよろしくお願いします。今年もたくさんの温かいコメントや応援のメッセージをいただき、とっても励みになりました。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこの1年楽しく制作を続けることができました。来年ももっと皆さんに楽しんでいただけるような動画をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。新しい年も皆さんにとって素敵な1年になりますように、何か感想やリクエストがありましたらコメントもお待ちしています。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。